短期で成果を追う行動は長期的な成果はもたらさない。逆に長期で積み上げる行動は短期では成果は見えないけど後で人生を大きくひっくり返す。これまさにオセロの構造と同じ。今日も人生動かそう。どうもルッキーです。僕は世界の成功法則やマインドセットを軸に人生を豊かにする気づきを海外から発信しています。今日は人生はオセロ理論について話していきます。ルッキー式覚醒ラボ。オセロの勝ち方は、序盤はわざと石を取らず、角や安定するポジションだけを狙うことで、終盤で多くの石をひっくり返せます。人生もこのオセロの勝ち方と似てるんです。短期で石を返すことに全力を注ぎ続けると、後で苦しくなっていきます。そして、長期的に角を抑える動きをしている人が最後に勝つ。目の前の石をひっくり返す行為とは、成果が出てないけどずっと忙しい毎日、流行りの投資、ギャンブル、すぐ稼げると謳う情報商材、目的のない SNS 徘徊、酒、ジャンクフード、ポルノ、見栄で買う高級品、ローンで買う家や車、食べないだけの短期ダイエット、贅沢な外食、遊びだけの異性との関係。共通しているのは、目先の報酬はあるけど、本質的には何も残らない、消費して終わる要素があるもの。脳科学的に言えば、これは即時報酬回路、ドーパミンを刺激するだけで、積み上がりという基盤を一切作らない動きです。僕も20代は完全にこれでした。僕の場合は、パチンコ、スロット、異性との遊び、酒、クレジットのリボ払い時刻、見栄の服、高い家賃のマンション、給料のためだけに働くを全て経験済みで、特にギャンブル中毒は大変で、抜け出すのに苦労しました。どれも資産性はなく消費して何も残らないことに多くの時間とお金を20代は使っていたのです。次に、角を取る行為を見ていきます。角というのは人生で言えば複利が働き資産性がある領域のこと。労働しなくても収益を仕組み化できる自分の事業。会社に依存しない自分の信頼とブランド構築。誰かのためになるコンテンツの発信。資産の構築。資産からの利回り。瞑想。筋トレ。運動。バランスのいい食生活。マインドセットの向上。合わない人の断捨離。習慣の向上。挑戦。継続。失敗の経験。これらの角を取る行為は最初に説明した目の前の石を返す行為と違ってすぐにご褒美はくれません。しかし積み上げていくことで指数関数的にその効果は伸びていきます。いい習慣は思考を鍛え、いい判断をでき、失敗をデータとして蓄積して成功にたどり着く。自分が労働力を提供しなくても収益が生まれ、自由にやりたいことをできるような人生になる。資産にも時間にも直結していくんです。そして大事なのが、一度角を取ったら誰にも返せないという点です。いい思考、知識は盗まれない。長く培った信用は失われにくい。スキルは盗まれない。正しい習慣は裏切らない。本質的なサービスは誰にも返せない。自分というブランドは会社に依存しない。誰にもひっくり返せない領域を頑張ることが人生で勝つ法則なんです。世界の実業家も角を抑えています。アップル創業者のスティーブ・ジョブズは1997年のアップル戦略会議でフォーカスとはやらないことを決めることだと発言しています。ジョブズは1997年にアップルへ復帰した時、プロダクトラインを70本以上から4本に削減しました。短期の売り上げを捨ててブランド、世界観、体験価値という角だけに集中したんです。世界一の投資家ウォーレン・バフェットは、急いで金持ちになろうとする人は絶対に金持ちになれないと語っています。彼が買うのは角。つまり長期で価値が上がるものだけ。多くの成功者は目の前の石ではなく角を取りに行ってるんです。僕の人生の変化はまさにこの目の前の石優先型から対極で見て角取り優先型に変更してから変わっていきました。20代の時に目の前の石をひっくり返すことに必死になっていた頃は自己肯定感が基本的に低く自己嫌悪、すぐ不安になってました。成功している友人を SNS で見て嬉しい気持ちと虚しい気持ちが半々。気持ちやモチベもブレブレで当時の日記を今見返すとひどいものでした。しかし自己啓発や世界の成功者の書籍をたくさん読んでいくうちに角を抑えるという人生の本質に気づいて実行していきました。それまでやっていたパチンコ、酒、女遊びもきっぱりやめて東京の家賃10万円以上のマンションから家賃が4万円も安いアパートに引っ越して質素な暮らしをしつつ溜まっていた税金の滞納とクレカの返済に集中して完済させました。そして短期ドーパミンを断ち切って代わりにいい習慣を取り入れました。僕の場合は瞑想、週2の筋トレ、散歩、読書、この4つから始めていきました。
すぐに始めれて低コストで家でできて続けれそうなこと、この習慣を淡々と積み上げていきました。すると自分の思考が少しずつ変わっていきました。思考停止で休日の朝一でパチンコに行って会社の文句を言ってた会社員人生から起業して初年度で4000万売り上げ、店舗展開をして半年で黒字経営にできて、今はタイ移住まで実現させれました。まだ僕も道の半ばですが、日々淡々と積み重ねている角を抑える行為は長期的にさらに人生を豊かにしていくと確信しています。この動画コンテンツもその一つです。短期では全く報われないし、変化は分かりにくい。ご褒美があるわけでもない。でも確実にひっくり返されない石になっていく。だから今の僕は不安も焦りもないですし、角を抑えている実感があれば人は強くなります。人生はオセロ。あなたも角取りの人生へ。最後に伝えたいのは、人生は序盤でご褒美をもらおうとする人が後半に厳しくなるゲームです。誰にもひっくり返されない角を取る。あなたにとって角を取る行為は何ですか？ぜひ今日の動画を参考に角を取る動きをしていってください。どん底から這い上がれた僕がそうだったように、長期的にあなたの人生を必ず豊かにしてくれるはずです。大事なのは動画を見て満足しないでください。今日の内容を単なる情報だけにせず、あなたの人生に落とし込んでください。このチャンネルではこれからも世界の実業家たちのためになる情報や成功法則を軸にあなたの背中を押す発信をしていきます。ここまで見ているあなたは本当にすごいです。その探求心と集中力はすでに変化が始まっている証拠。最後までありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。一緒に成長していきましょう。